前回に引き続き今日は BMW モトラッドの R18 トランスコンチネンタルのレビューをお送りします。こんな感じですね。前回の R18 の音というのはフィッシュテールタイプのサイレンサーの性格を反映してか歯切れがいい音という感じだったんですが、こちらの方がですね、やや音質としてはちょっと湿り気を帯びたような、そんな印象もありますし、少しですね、音と音が連続的になっているような、そんな音質にも聞こえます。おそらくですね、BMW としては水平対向2気筒エンジンではやはりクルーザー、特にこういったですね、足元のゆったり感が重要となる大型クルーザーを作るのは、ちょっと不利だなということは分かっていたと思うんですけれども、それでもブランドの意地と言いましょうか、うちがやるんだったらやっぱり水平対向2気筒エンジン、ボクサーエンジンだろうということで、あえてですね、このボクサーエンジンでおそらく大型クルーザーをリリースしてきたのではないかと思っています。個人的には BMW が V ツインエンジンを作ってもいいと思いますし、ハーレーが水平対向2気筒エンジンを作ってもいいと思うんですが、前回も言った通り、両ブランドともそれだけはもう絶対にやりたくないんだろうなというのが、このトランスコンチネンタルを乗っていてもひしひしと伝わってくるといった印象です。中央道でね、大きな事故があったということで、早速渋滞していますけれども、事故で大渋滞となっているので今折り返したんですが、今日はちょっと行き先を変えたいと思います。で、話を元に戻しますが、このモデルのエンジンのフィーリングというのは、先日レビューをお送りした R18 ファーストエディションと大きく変わるところはありません。ただ違っているのは車重が大幅に増えているということです。このモデルはご覧の通り、このような大型のカウルも装備していますし、装備重量がリアのボックス類なども含めて大幅に増加しているんで、その部分がエンジンのフィーリングにどのように影響するかなと思っていたんですが、そこはさすがに排気量が 1800cc もあるだけのことはありますね。こうして高速道路を巡行しているぐらいではもう全く影響がないと言っても過言ではないと思います。それではちょっとエンジン回してみたいと思います。今5速ですね。はい、今一応4速まで落としましたけれども、先日の R18 でもコメントした通り、このモデルのエンジンというのは低速トルク型であるわけなんですが、そういったですね、エンジンのキャラクターとは裏腹に回転上昇が本当にスムーズなんですよね。ボクサーエンジンということで燃焼間隔は等間隔になるわけですが、その規則正しい等間隔のビートがライダーにもたっぷりと伝わってくるといった感じで、そこそこ回しても楽しいエンジンであるなと思います。ピークパワーは91馬力と、その排気量から想像するとちょっと控えめというか、かなり控えめであるわけですが、その分トルクは有り余るほどあるので、ですね、開けると先ほどからちょっと感じていたことではあるんですが、結構速いモデルでもあるなと思います。それではですね、ちょうど今前に車が出てきたので、これもこのモデルの一つの売りなんですが、アダプティブクルーズコントロール、四輪車ではね、もうおなじみとなっていますが、前の車に自動的に追尾する、つまり速度を調節してくれるクルーズコントロールが採用されているということで、ちょっと試してみたいと思います。この左手のスイッチボックスのスイッチを入れると、今ここに道路のマークが出ましたが、これがクルーズコントロールがオンになりましたよという印。そしてこの状態から今ですね、ここ青くなりまして、で車のマークが出ましたけども、これがですね、前車を認識していますよという、そういったサインになっているわけですね。渋滞というほどではないんですけれども、ちょっとね、こういった大型モデルでトロッと走るには面倒くさい状況なんですが、アダプティブクルーズコントロールなので、このようにですね、今速度のセットはだいたい80キロぐらいにしているんですが、その設定した速度の範囲内で前車にスピードを合わせてついていく、そういった機能が盛り込まれているわけですね。
例えばね、もっと流れが悪くなったような場合、頻繁にね、速度調節しなきゃいけないようなシーンでも、こういったアダプティブクルーズコントロールが使えると、ライダーの疲労軽減に大きく貢献するのではないかと思います。モーターサイクルの場合ね、このまま四輪車と速度を合わせて高速道路の、コーナーといいますかね、カーブに差し掛かると危険なので、バンク角を感知してコーナーだとこのバイクが認識した場合は自動的に速度を落としてくれる機能も追加されているということで、この辺りの作り込みの細かさ、緻密さというのはさすがに BMW だなという気がします。はい、それではアダプティブクルーズコントロールを解除したいと思います。車体の重量が大幅に増加しているので、こちらの方が運転が手こずるのではないかと予想していたんですが、実際にはその逆ですね。個人的にはですね、このトランスコンチネンタルの方が R18 のスタンダードモデルというかね、ファーストエディションと比べても随分運転がしやすいなと思います。実際に重量はかなり増えているので、取り回しなどはこのモデルの方が当然重いわけですが、ご覧の通りこのフロント周りの作りが全く異なっていて、大幅にこのハンドルバーもライダー側にプルバックされていますし、あとライディングポジションに関して言えば、もしかしたらちょっと変更されているのかもしれませんが、足元の狭さというのもこのトランスコンチネンタルは若干ではありますが R18 に比べて緩和されているような、ちょっとねゆったりとした感じも出てきていて、そういう意味でもね、この R18 のトランスコンチネンタルは予想が大きく外れましたけれども、運転しやすいなと思いますね。ご覧の通りこのメーターパネルもね、大型のカラーの液晶パネルを備え、メーターもね4連となっていて、そしてオーディオシステムも含まれるということで、このフロント周りの重量増はなかなかのものなんですが、フレームをねそのままだとこれらの装備重量に対応できないだろうということで、合成アップとそして運転のしやすさを考慮してこのフレームのフロント周り全般を作り直しているということなので、これに関してはね本当に予想外だったんですが、このようにね運転するという意味においてはもうこのトランスコンチネンタルの方が相当楽だなと実感できます。また装備重量がね大きく増えていますよという話をしましたが、中でも個人的に注目なのはオーディオシステムが英国のマーシャルと共同開発ということで、この辺りはねちょっとハードロックファンが刺さるポイントかもしれないですね。かなり明確に感じることではありますが、乗り心地がこのトランスコンチネンタルの方が R18 よりもラグジュアリーというか快適であるということです。先ほどフレーム、特にフロント周りなどはこのモデルの装備重量に対応するために作り変えているという話をしましたが、前後の足回りも変わっているのではないかと思います。特にリアに関してはこのモデルはね、ご覧の通りリアに3つのボックスケースを持っているわけですが、そこに荷物を満載したり、もしくはですねタンデムライダーの存在を考慮して、自動的にプリロードを調節してその車体のバランスを調整してくれるという機能も備わっています。あと装備品に関して言うとちょっと面白いのがこの一番右側のメーターですね。これはパワーリザーブと書いてありますけれども、このエンジンの余力があとどれぐらい残されているかということを示すメーターとなっています。このようにスロットルをオフにした状態だと当然エンジンの余力は 100% 残されているので、このように一番右側に針が来ると、でここから右手を開けていくとエンジンのパワーを使うので、余力がゼロに近づいていくと、そういうことを示しているメーターなんですね。歴代のボクサーエンジンと同じで、基本的なエンジンの性格としては意外と高回転を欲しがるというのは、このモデルのエンジンにも受け継がれているようで、そういったこのモデルならではのそのエンジンの状況を把握するという意味においては、このパワーリザーブメーター、これパーセント表示ですけれども、こういった装備もね、有効なのではないかと思います。
直進安定性や、こういったね、ちょっととろっと流している時のその車体の安定性というのは、もうこれはもうピカイチですね。こうして乗っていると、やはり水平対向2気筒エンジンならではの極端なというかね、かなりのこの重心の低さがボレボレするような安定感を披露してくれています。あと話が前後しますが、もう一つ特徴的な装備がありました。ちょっと映らないかもしれませんが、このタンクの上なんですが、この部分にですね、スマートフォンを格納するストレージが装備されています。で、その部分にスマートフォンを入れられるというだけではなく、ファンがついていて、スマートフォンの冷却もできるようになっているんですね。昨今ではね、日本の夏場もかなり暑くなっているので、非常にありがたい装備品だなと思います。おそらくですね、今日の私の声は普段よりも聞きやすいんじゃないかと思いますが、それはね、このカウルとウィンドスクリーンによるもので、こうして走っていると、ライダーはほとんど風を感じないんですよね。具体的に言うと、今の私の状況、だいたいこの70キロぐらいだと、どれぐらいですかね、今、冬のウェアを着てるということもありますが、ちょっとね、この首筋あたりにそよそよと風を感じるぐらいで、ほぼライダーの体は、このカウルとウィンドスクリーンによるウィンドプロテクションの中に入っていると、またこのマーシャルのスピーカーが収められたこの部分ですけれども、これはね、当然ライダーのこの手元を保護する役目を担っているわけですが、これがかなり効いていて、手元もね、ほとんど風が当たっていないなという印象なんですよね。この辺りのね、ウィンドプロテクションに対する考え方、そして設計の優秀さ、これもさすが BMW だなと思います。はい。で、今ちょっとね、ここは上り勾配なんですけども、やはりそうですね、今6速トップギアに入れてこのようにスロットルを開けると、その先ほど言ったパワーリザーブメーターがこうぐーっとこうゼロに近づくので、6速トップギアに入れて、少しこう意地悪気味にエンジンを回すというのはあまり得意としていないのかなというのが、このメーターからもねちょっと読み取れますね。ちょっとガクガク気味のね振動というのも増えてくるんで、そうですね、5速がちょうどいいかなという感じです。ハーレーのビッグツインだとおそらくこういった状況でもお構いなしこう6速まで入れてしまうことが多いと思うんですが、この辺りもねちょっとエンジンのキャラクターの違いを反映しているかなという気がします。また先日ライブ配信で視聴者の方と R18 のエンジンについていろいろとこうやり取りしていたんですが、その中でね私もそうだなと思ったんですが、実はショートストロークエンジンなんですよね。それに対してハーレーのビッグツインというのはご存知の方も多いと思いますが、ロングストロークということで、こういったこう低回転域でのそのトルク感とか粘り、あと燃焼効率などもそうだと思いますが、全てがそうだとは言いませんが、やはりロングストロークエンジンの方がそういう使い方には向いているというところは往々にしてあると思います。はい、今ちょっと車線変更していましたが、この辺りもハーレーのウルトラなどと匹敵するぐらいの、身のこなしの軽さといった感じです。ハーレーのウルトラなども実際に走らせてみると想像もつかないぐらい機敏な動きが可能になっているわけですが、この R18 トランスコンチネンタルもそれらに匹敵するぐらいの運転のしやすさ、身のこなしの機敏さがあります。で R18 の時はちょっと燃料タンクが小さいかなという印象もあったんですが、このモデルに関してはね20リットルを優に超える容量を確保しているということで、ロングツーリングに連れ出す時もこのモデルの方が安心感は高いかなという印象です。はい、それではちょっとしたバインディングを走ってみたいと思います。昨晩雨が降って、冬時ですのであまり速度を出さずに慎重に行きたいと思います。今コーナーを1つ2つクリアしたところですが、これだけね
巨体であってもハンドリングは結構ナチュラルだなという感じがします。もちろん R18 のファーストエディションのようなちょっと個性的なハンドリング、キャスター角がねかなり寝ているモデルの、独特の乗り味が好きだという方がいても全くおかしくはありませんが、シンプルに乗りやすいという意味ではやはりこちらのトランスコンチネンタルの方が乗りやすいような気がしますね。今3速なんですけれども、ここからシフトアップしていきたいと思います。4速、5速、6速、今走っているところはちょうど平坦なところなので、これでも6速でも大丈夫という感じですけども、やはりそうですね、R18 ファーストエディションの時と同じ感じがします。今もうシフトダウンしてしまいましたけども、6速だとやっぱりちょっとね、エンジンもう少し回してやりたくなるなという気がします。今下りなのでね、また6速にシフトアップしましたけれども、そうですね、どちらかというとこういう状況で6速に入れてしまうと R18 ファーストエディションの時もコメントした通り、なんとなくこうずっと惰性で走っているようなそんな感じになっちゃうんですよね。やはり5速がいいかなという気がします。5速だとね、こういったワインディングでもこう開け閉めの時のこうドドドドっていうね、バイブレーションを楽しみながら走れるといった感じ。上りだと5速でも多分大丈夫なんですけども、少しちょっと心もとないかなという感じ。こんな感じですね。4速、はい、これぐらい曲がりくねっているワインディングで入れっぱなしというんだと、4速、3速あたりがおすすめかなという気がします。3速入れてみます。はい、これ3速ですね。はい、わずかにスポーティーな走りという意味では、そうですね、3速の方がいいかなという感じがしますね。あと、このワインディング走るの久しぶりなんですが、こういったワインディングでもね、本当に信じられないぐらい、車体の方は軽く動いてくれます。この辺りは、これぐらいの大きさの、大型ツアラーに乗ったことがない方はちょっとピンとこないかもしれませんが、本当に身軽なんですよね。またこの BMW の場合はエンジンのクランクが縦置きということで、横方向のリーン方向のひらひら感というのは強いんですよね。でこうして乗ってみると、このトランスコンチネンタルに関しても明らかにそういったキャラクターが見て取れます。私も久しぶりにこのワインディングをこんな大きなバイクで走りましたが、これはこれで本当に楽しいですね。ハンドリングはやはりこちらのトランスコンチネンタルの方がこういう場所を走るときには向いているような気がします。どちらかというと R18 のファーストエディションの場合は、直進安定性メインという感じでしたが、このトランスコンチネンタルはもちろんそれはあるんですけれども、この横方向のキラッとこうリーンしていく感じがとても気持ちいいし、そして何度も言いますけれども重心がめちゃくちゃ低いんで、バンクさせている割には安心感が高いんですよね。これもこのモデルのいいところではないかと思います。ご覧の通り路面がねちょっと濡れているところと乾いているところとまだら模様という感じではあるんですが、ブレーキはこれは R18 ファーストエディションの時もコメントしましたが、前後連動ブレーキなのでこういった状況でも安心感は高いですね。ちょっとね足元の操作感に関して言うと R18 ファーストエディションの時にコメントした通りではあるんですけれども、こういったシチュエーションでねフロントブレーキのこの右側の右手のレバーだけを使うんだと割り切ってしまえば、本当にこのブレーキは使いやすいと思います。でブレーキに関してもう一つ言うと、
このモデルはこれまで何度もコメントしてきた通り、装備重量が相当増えているんですが、少し握り込んでやると、頼もしい制動力がぐーっと立ち上がってくるので、これだけ重くなっているにもかかわらず、全くその影響を感じさせないと。あと、これに関しては R18 のファーストエディションの時もコメントしましたが、このボクサーエンジン、2気筒のボクサーエンジンの場合は、やはり燃焼間隔が等間隔となるので、開け閉めしていた時も、この音からも分かる通り、そのライダーに伝わってくるバイブレーションというのは、あくまでも等間隔なんですよね。ドドドっていう感じで、ハーレーのようなドロ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 っていう感じではなく、どちらかというとね、非常にシンプルなバイブレーションといった感じで、この辺りはね、やはり改めて乗ってみても好みが分かれるところかなという気がします。例えば仮に私が舗装路のみのコースで、それこそこのモデルもそういう名前がついていますけれども、大陸を横断するようなツーリングをしなさいと言われたら、私のエンジンの好みに照らせば、やはりハーレーを選ぶかなという気がします。その一方で、例えばそういったコースの中に一部ダートが含まれますよといった場合は、ハーレーのパンアメリカよりは BMW の GS を選ぶであろうなという感じがします。これに関してはなぜなのかというと、前回コメントした通り、エンジンの形式や燃焼間隔によってぴったりくるというか、得意なカテゴリーと不得意なカテゴリーというのはやはりあると思っていて、この大型のクルーザーカテゴリーに関しては、足元の、ちょっとした窮屈感であったりとか、あと燃焼間隔がね、先ほども言った通り、等間隔なので、そのハーレーのようにこのドロッドロッドロっていう、そういったフィーリングではないので、長距離をこなすとなった場合、私はやはりね、少しこのエンジンのフィーリングというのは、単調に感じてしまうんじゃないのかなというふうに思っています。ただ、今言ったことというのは、あくまでも私のエンジンの好みに照らしてということで、製品として、機械としてどちらが優れているとか、そういうこととは、直接的には関係ないのかなとも思っています。このご時世にこれだけの巨大な空輸霊のボクサーエンジンを新開発してでも、この大型クルーザーの世界に参入してきた BMW というのは、やはり称賛に値すべき存在だと私は思っていますし、またそういったちょっと不利なところはあるけど、あえてそういったカテゴリーに挑むという、そのメーカーの気概というか、そういったものに賛同するユーザーはとても多いのではないかと思います。ということで、今回は BMW モトラッドの大型クルーザー R18 トランスコンチネンタルのレビューをお送りしました。それでは。